ある意味でも誠実さって曖昧ですよと。言葉持ちませんと。真摯、一生懸命に頑張る。罪を憎まず人を憎む等は、これダメなことですよ。でもそれを頭から否定してたら、それこそいじめとか差別になっちゃうんで、仲間っていう定義ってやっぱみんな結構曖昧なんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など様々な役に立つ内容を話しています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日も引き続き、ちょっとアップルさんの内情についていろいろお聞きしたいんですが、アップルバリューズという、いわゆるそのアップルさんの一員として求められている価値観みたいなところ、掲げてると思うんですけど、今日はそれについていろいろとお伺いできればと思います。はい。弊社ではですね、アップルフィロソフィー、いわゆる理念ですよね。パーパス、ドリーム、ソート、価値観ですね。バリューズということで、アップルの一員として求められている価値観なんですけども、7個ありまして、ご覧の通りなんですけれども、1個ずつ説明していきましょうかね。別のね、ビデオとかである人生において大切なことみたいなのとはちょっとまたそれは似てるところもあるんですけど、これをだからこう仕事で会社に置き換えてちょっと扱ってたりします。なのでちょっと重なるところあるかもしれませんけど、ご容赦ください。アップルバリューズ1番はですね、まず誠実ですね。誠実ってね、じゃあなんやねんとなるんですけど、アップルバリューズの中では誠実は真面目で真心があることだと。真面目っていうのは本気であること、嘘や冗談でないこと。そして真心っていうのは偽りや飾りのない心と、真剣に尽くす心。他人のために尽くそうという純粋な気持ち。いわゆるだから本気で仕事に向き合い、偽りや飾りのない心を持ち、真剣にお客様や仲間と向き合うこと。そのために尽くそうという純粋な気持ちを持っていることですよって言ってます。ですから、Apple Values、その Apple の一員としては、本気で仕事に向き合いっていう、ここをしっかりやってくださいねと。ある意味でも誠実さって曖昧ですよと。言葉持ちませんと。だって言葉にならないからと。何をやったから誠実、何をやらなかったから誠実って本来ないですよねと。そんなに短期間の一瞬で決まるものではないし、長い時間をかけながら、長いって言ってもある程度一定時間かけながら、この誠実さっていうのは、その人の瞳と物腰の中に読み取ることができますよ。言うならば、みんながあの人は誠実だって言ったら誠実なわけですよ。でもみんなが、ね、あの人は不誠実だよね、誠実じゃないよねって言ったら不誠実ですよ。っていうか誠実じゃないみたいな。だから曖昧はありますけど、誠実っていうのはこういうことだよと。できる限りの言語化をして、言ってますよね。あと、細かいところでいくと、5個ポイントがあって、正直、真摯、約束、敬意、信頼ですと。正直っていうのは本当にその言葉の通りですね。嘘をつくなと。不都合な真実であっても正直に伝えなさいと。嘘偽りのない誠で道徳的に正しい人のことを言いますよ。真摯、一生懸命に頑張る。真剣に話を聞く。誰も見ていない時に正しく振る舞うと。とにかく自分の損得じゃなくて、正しいかどうかを基準に行動するんだと。約束は単純に約束したことを守りましょう。期限守りましょうと。こういう人ですよと。で、敬意っていうのは誰に対しても敬意を持って接しましょうと。尊重しましょうと。一旦考えを受け入れられましょうと。5つ目信頼って書いてますけど、それら、この今言った4つをもとに、主観的に信頼度が醸成されて、先ほど言った通り、あなたは信頼できない。誠実か誠実じゃないかと。こんな感じになるわけですよというふうに伝えてますね。で、2つ目は情熱ですよね。これは仕事に対して強い興味や関心を持ち、追求する強い意志や感情を指すと。だからこれも情熱を持ってるか持ってないかっていう意味では、体現してるしてないをこの書いてある通りで判断しますよ。自分の目標に向かって強い意志と熱意を持ち続ける。これはどういうことかというと、目標が明確、達成意欲がある。困難や障害に直面しても諦めずに前進し続ける。これは具体的には次はどうするかを考えるんですね。情熱っていうのは一時的な興味や関心とは異なり、持続的で長時間続くものと定義してますので、嫌なことでやめるか悩まないんですよ、情熱ある人は。情熱を持つ人はその対象に対して惜しみない努力を注ぐ。小さなミスや抜け漏れを防ぐために細心の注意を払うとかですね。時間やエネルギーを惜しまずに取り組み、スキルや知識を深めていくと。
本当に情熱持ってる人は自分の快適さや自由時間を犠牲にしてでも学びますよね。仕事しろって言ってるんじゃないです。別に学びますよね。はい、そんなようなことがこんな風に書いてあってですね、こういうことが情熱を体現するとこういうことだよと。はい。ちょっといろいろ補足してますけど、自分の目標や夢が明確で、達成意欲を維持。やめるか悩まない。自分の時間や労力よりもミスが嫌。自己快適よりも学び。良いことを提案促進する。こんなことを体現してたら、あなた情熱あるねと。情熱すごい持ってるねという定義ですよ。で、3つ目、責任ですね。これは人生で大事なことはっていう責任シリーズがあるんで、言ってること結構一緒なんですけど。はい、責任を果たす。責任と取るものではなく、任された責任を果たすことですよっていうのが Apple の中で責任の定義ですと。責任を出すこと。責任感を持つこと。自分ごとで考える当事者だと。これだけですと。はい。だから自分の成果を出して、その結果に対して向き合うっていうのはきちんと振り返る。次のために。で起こった事象に対して常に自分にも責任があると考えること。これを考えてるっていう証は、原因と改善策を明示するんだよと。最後は、自分に矢印を向けて考える話すんだよ。主語を私にしてくださいと。これができてたらあなた責任果たしてますねと。いう形ですね。はい。で、SCG は略語なんですけど、僕はもう日本電産の長森さんがよく言ってる話で、すぐやる、できるまでやる、必ずやると。はい。すぐ、単純なやつ S にして、で、コミット C にして、必ずやる、コミット G にして、ちょっと、なんですぐが S やねんって話なんです。これスピードみたいな話ですね。はい。これも書いてある通りで、こういう人が SCG を体現してますねと。はい。そんな感じですよね。はい。すぐやる、できるまでやる、必ずやる、みたいなね。はい。ちょっと一個一個説明してもいいですけど、すぐやるっていうのはこういうことです。できるまでやるっていうのはこういうことだと。必ずやるっていうのはこういうことですと。次にプロセスとはと。入念な計画と準備を行い、正しいプロセスを実行することに全力を注ぐと。入念な計画って何ですかというのは、明確な目標と的確な KPI と行動目標の設定をしていることですと。明確な目標って何ですかって、もうスマートゴールですと。これはスペシフィック、メジャラブル、アチーバブル、リリバント、タイムバウンド。要は、具体的であり、測定可能であり、達成可能な関連性のある期限をしっかり切ってやる目標ですね。これを明確な目標と言いますと。的確な KPI は、当然ですけど、目標達成の進捗状況や成果を評価するための具体的な指標ですと。行動目標は、やるかやらないか、自分が行動すれば達成できる目標を言っていますと。とにかくこの3つが設定されていることがイコール入念な計画してますよということにしましょうと。で、準備はですね、目標やタスクを達成するために必要なリソースやスキルを整える、用意することですよね。情報収集、計画の妥当性、リソース確保、必要なスキルと知識の習得、リスク管理、こんなことができてたら、ってことですねと。で、正しいプロセスを実行することに全力を注ぐっていうのは、計画に基づき、まずは定められた手順で行いますと。で、必ず進捗をモニタリングします。で、事後を振り返り、評価、成果を確認、次回への教訓や改善点を明確にすると。ここまでやって正しいプロセスを実行することに全力を注ぐんですよと。みたいな定義ですね。はい。なかなか渋いこと言ってますけどね。これはもうやっぱね、やんなきゃいけないんで、求めましょうと。で、仲間とは、共に働く一人一人の個性を尊重し、多様性を受け入れ、敬意と信頼を持つと。これは一人一人の個性を尊重っていうのは、各個人の強みとか才能を理解する姿勢と。やってはいけないことは弱みの荒探しですよと。そして意見や考え方を尊重しっていうのは積極的にまず聞く姿勢を持ってくださいと。鼻から聞く気がないよみたいな態度は、それは尊重してないですよ。異なる意見であっても一旦聞く姿勢を持ってくださいと。そして無意識の偏見や先入観を認識し、それを克服する姿勢をとってくださいと。だから聞かない、存在を認めてない、罪を憎まず人を憎む等は、これダメな行為ですよ。ただ注意ポイントがあって、単に他人の意見や行動に迎合することではなく、しょうがないとかですね。そうじゃなくて、各個人の独自の特質や価値観を理解し、尊重し、その違いを積極的に生かすことを意味すると。なるほど。はい。で、多様性を受け入れっていうのは、異なる文化や背景を持つメンバーの価値観や習慣を理解し受け入れるということ。要は、
例えばですけど、まあこれから先ね、うちもまだ少ないですけど、外国籍のメンバーが入ってきて、そしたら宗教が違うとか文化違うとかいろいろあるわけじゃないですか。もう日本人の中でもやっぱあるわけですよ。育った環境によって。はい、でもそれを頭から否定してたら、それこそいじめとか差別になっちゃうんで、はい、まずは違うと、多様性があるんだということを理解して、まあ一旦受け入れると。一旦受け入れると。これは大事であると。なるほど。いじめ差別は絶対ダメですよと。はい、で、敬意と信頼を持つっていうことは、誰に対しても敬意を持って接する、尊重する、考えを受け入れると。これ受け入れるっていうのもなんかこう、考えをこう、そのまま採用するんじゃなくて、一旦そういう考えがあるっていうことを受け入れると。はい、そういうことですよ。はい、仲間っていう定義ってやっぱみんな結構曖昧なんですよ。仲間と同僚と友達とかは結構明確に定義を分けていて、仲間っていうのは字を引くとですね、心を合わせて何かを一緒にするという間柄をかなりの期間にわたって保っている人、そういう間柄って書いてあるんで、これは定義またし直すと、高い目的目標を目指し、心を合わせてかなりの期間にわたって共に歩む人を指しますよと。だから申し訳ないけど、入ったばっかりの人はまだ仲間と言えないかもしれないから頑張って、気軽に仲間って言いたいけどちょっと言えないから、本当に頑張ってみんなで一生懸命共に努力して仲間になりましょうと。そんな感じですね。はい。まあでも基本仲間ですけどね。はい。でも本当の仲間とはこういう意味ですよ。そういう人を求めてますよってことを言ってますね。最後にポジティブとはですけど、やっぱりいかなる時もポジティブな言動と笑顔を心がけ、仲間に勇気を与えるんですと。我々そういう人で言いましょうと。ポジティブな言葉を使うことで周囲の雰囲気を明るくする。積極的な、要は肯定的な言葉遣いですよね。はい。例えば、できる。いいね。挑戦してみようと。いいアイデアだね。とか。そういう言葉使おうぜと。挨拶や笑顔の際になるべく笑顔を心がけてくださいと。逆に笑顔を絶やさない。要は笑顔じゃない人がやめてねと。笑顔を一回も出さない人がやめんだよ。やっぱ感謝の気持ちを言葉や行動で表現すると。最低でもやっぱありがとうって言おうねと。助かりましたとか。感謝の言葉を積極的に使う。感謝の気持ちを表すと。困難な状況においても前向きな姿勢を示し、解決策を探る姿勢を持ちましょう。問題に対して建設的に取り組むことで、周囲にポジティブな影響を与えますと。失敗やミスがあった場合でも建設的なフィードバックを提供し、必要であれば改善のための具体的なアドバイスをする。これがそのポジティブの体現ですよと。やっぱり、前向きポジティブであることの大切さって本当に大きくて、僕もそうですけど、いつだってやっぱ仲間に勇気を与える存在でありたいし、一人一人がそう思ってくれたら大変素晴らしいものになると思うんですよね。なので、こういうことを入れてたりしますね。まとめると、一つ目、誠実。二つ目、情熱。三つ目、責任。四つ目、SCG。五、プロセス。六、仲間。七、ポジティブと。これら7つが Apple Values ということで、Apple の一員として求められている価値観として設定されています。ありがとうございます。これは入社する前にこの辺はあれですか？入社研修の時もちろん言いますし、朝礼とか、主要なミーティングの前とか、必ず読んだりとか。素晴らしいですね。どれも欠落してたらいけない部分です。最後まとめますと、Apple Values は Apple の一員として求められる、7つの価値観です。これは単なるスローガンではなく、社員が日々の仕事の中で実践し、企業文化として根付かせるべき指針ですかね。改めて誠実、本気で向き合い嘘をつかず、信頼を築く。情熱、目標を持ち、諦めずに成長し続ける。責任、成果を出し、問題が起こったら自分事として考える。SCG、すぐやる。できるまでやる。必ずやる。プロセス、計画、準備、実行、振り返りを徹底する。仲間、個性と多様性を尊重し、共に歩む。ポジティブ、前向きな言動と笑顔で、周囲に良い影響を与える。これらの価値観は、朝礼や主要なミーティングの前に唱和されるなど、日々の業務の中で意識されています。入社前や入社後の研修でも共有され、新入社員にも浸透させる仕組みが
あります。Apple はこの価値観を体現する社員こそが Apple の一員、Apple としての、プロフェッショナルですかね、と考え、全員がこれを実践することで企業としてのさらなる成長、そしてお客様のためになること、そういったことを目指しています。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。